はい、こんにちは、長戸です。今日は今までの感じとはちょっとまた違って、今度またカリスマ美容師に教わりに行きたいと思います。今日教わる人は、たもつさんっていう方で、美容師さんだったら結構知ってる方もいるかなと思うんですけども、ケミカルの先生みたいな感じで。僕なんかすごいケミカル詳しいって言ってくださる方も多いんですけど、もう全然なんですよ。本当にもうそういう人たちからしたら鼻くそみたいなレベルなんだけど、僕の強みはいろんなものを吸収して分かりやすく噛み砕いて皆さんと一緒に共有するってことなんですけど、もっともっと勉強したい。もっともっと詳しくなりたい。もっともっとお客さんをきれいにしたいっていう思いがあるんで、どんどん勉強をしたいかなと思います。なんで今日はね、ちょっとそうやってたもつさんに偶然つながることができて、でつながって一度お食事行かしてもらって、いろいろ思いの丈を喋ったりしながら、もうぜひ一回動画を撮らせてくださいってお願いしたんですけども、そしたら快く OK 出たんで、今日はロケです。たもつさんのサロンに行っていきたいと思います。じゃあ行きます。じゃあということで、今日は東村山まで高速かっ飛ばしていきたいと思います。行くぞ。ずっとたもつさんのグループに入ってて、オンラインサロンに入らさせてもらってて、本当にやっぱすごいんですよね。もうめちゃめちゃちんぷんかんぷんで、すごいマニアックなことがいっぱい書いてあるんだけども、そこをねちょっと深掘りして自分に落とし込んでいきたいかなと思ってます。なんか一回食事した感じだと、本当にインスタとかの結構攻撃的な感じとは全く違って、すごい話とかも聞くのが上手だし、すごいいい人でしたね。インスタの感じってめちゃめちゃ言葉のパワーがすごいというか、やっぱりそういうのだったんだけども、実際会ってみると、いや普通にちゃんと美容師真っ向から向き合ってやってたんだなっていうような、人間としても尊敬できそうな人でしたね。まだね回数は少ないんで、すごい偉そうには僕も言えないんですけど、今日はその新たな一面っていうのも動画に収められるんじゃないかなと思って楽しみです。ということで着きました。こちら、はい、アーバンクラフトさん、こちら地下のサロンになります。じゃあそんな感じでしっかりと勉強していきたいと思います。はい、そういうことで店内に、入れさせていただいて、はい、こちらアーバンクラフトさんなんで、今日はたもつさんの技術を1から10まで全部吸収していきたいと思います。という感じで行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。たもつさんです。はい、よろしくお願いします。今日は本当に貴重な機会。いや、本当に忙しいのに。本当に一回断っておきますけど、はい、ちょっと本当にお忙しい方なんで申し訳ないんで、いいですって言ったんですけど、全然なんか撮影していただけるということで、はい、ちょっと今日はご協力いただいて、はい、撮影することになりました。はい、ということで今日は早速撮影の伸ばし方、はい、たもつ流ケミカル、はい、ぜひお願いします。そうですね。はい。早速モデルさんの髪をちょっと見ていただきたいんですけど、こういう感じですね。なんか表面的には結構伸びてるみたいで、一番最後に宿毛矯正やったのが2月ぐらいらしいんですよ。でそれから2、3回ぐらいやってるんですけど、なんか酸性矯正でやってて、いわゆる僕がインスタとかで発信している、酸性矯正あるあるのちょっと失敗ですね。結局上手い人がやれば綺麗にできるんですけど、なかなかその酸性矯正って計算がしづらかったりとか、還元とかをどういうふうに効かしたらいいか分かりづらいっていうのがあって、こういったちょっとミスが増えてるんですよ。でなんとなくこうやって見た時にボリューム感が落ちてない、なんかボリューム出ちゃってますよね。2ヶ月前だったらもっとシュッとしててもいいはずなんだけど、なんかボリュームが出てると、で結局表面は伸びやすいんだけど中の方が伸びにくいんですよね。で見るとほら伸びてないですね。伸びてない、効いてないですね。そぎも結構減っちゃってるんじゃない。これ結局どういうことかっていうと、どちらの美容師さんが担当したかわからないんですけど、酸性矯正やってみたんだけど結構伸びなかった。なんか最近流行ったからちょっと始めてみた。でまたリピートいただいた時にもう一回チャレンジしてみた。でも結局伸びなかった。で結局ここに癖が残っちゃってボリューム出ちゃってるから、だからどうするかって言ったらすくって言って、今ここから
ついちゃってる状態。これはなかなか難易度高いやつ。そう厳しいですよね。ついちゃったからゆえに。そうで、おそらくこの毛先とかっていうのは多分従来通りのアルカリ矯正みたいな感じをやってて、ちょっと伸びてるんですよね。で、永田さんもちょっとこうやって触ると分かると思うんですけど、結構乾燥してるっていうか、ですね。カスカスしてる。はい。これも酸性矯正の特徴で、なんていうか還元だけが効いちゃって中身がなんかこうカスカスになっちゃうんですよね。そうすると結局こういうふうに触った時にカスカスしちゃう。だから結局、酸性矯正のメリットもありますけど、酸性矯正っていうのは基本的にめちゃめちゃハイダメージ、髪の毛がもうテロテロしちゃって、もう軟化できないみたいな状態の時に髪の毛をこうしっかりさせながら、矯正をかけるとか、軟化をさせないで歯根矯正をさせるために酸性矯正っていうのが出てきたので、主には酸性矯正っていうのはこうやって普通のにやるものじゃなくて、超ハイダメージ網とかブリーチ網とかの方が適正かなっていうふうにケミカレーションでは考えてます。なので今日こういう感じなんで、普通にアルカリ矯正ですね、アルカリ矯正で根元のこの辺の伸ばしの腰のところをしっかり処理をしていきながら、毛先の方はここはケミカレーショングループでやるところのケラチントリートメントですね、もうあんまりいじりたくないんですよ正直何もしないでいいぐらいなんだけど、ただ何もしないと変わらないからグループで発信してますけど、これ結構難しいですね。いいモデルさんを。モデルさんもこれ綺麗になったら相当嬉しい。いいですよね。でも伸びる毛なんで全然。でカラーはしてないんですよ。してない。おお、なるほど。してないんだけどちょっと抜けてるっていう感じですね。カートさんでも触っちゃった方が早いと思うんで。失礼します。失礼します。カラーされてないけど酸性矯正にしてみたいという形で。いやでもね、酸性じゃ効かないですよ。結構強い毛なんで、そうじゃないですか。しっかり軟化させて、中を効かせないと絶対伸びない毛なんで、酸性矯正やるんだとよっぽどウェットアイロンとか、あとオイル抜きとかってそういうやり方あるんですけど、あとはその酸性矯正の薬をつけた時に、もう直接ラップしちゃってドライヤー当てちゃうんですよ。ガーって薬塗ったまま、それでもう熱で還元進めちゃってみたいな超特殊なやり方しないと伸びないですね。でしかも時間かかるから、だったら絶対普通にアルカリ矯正でやった方が 100% に、それをちょっと証明できればなと。ぜひです。できるかどうかわからないけど。絶対できるんですよね。万全は消します。いやでも難易度高めのやつですね。よかった、逆によかったです。今日モデルさん用意していただいて、ツルツルの人意外に難しくなさそうだったらツルツルの人です。わざとこうやってボサボサにさせたりとか。パターンは結構難しいやつです。モデルさんも多分あれじゃないですか。ここ数年綺麗に決まったって時が少ない感じするんです。昔綺麗になったみたいな人がいました。でもね、経験がないみたい。そう良かったっていうかハマったっていうか、で話ちょっと聞いたら、歯根矯正はこういうもんだって思ってる。なるほど。でそれでずっと来てるんですよ。それで終わった後もご自身で、今日はアイロンしてもらってないんですよ、あえて。でもいつもは必ずアイロンしてもらってしてて、それが歯根矯正だって思ってたんです。なるほど。だから知らないんですよ。だって現にこれ見ると分かるじゃないですか。だってここまで伸びてないから2年は経験したことがないわけだから、全部伸びてないから。でこっちの中もそうでも分かるんですけどね、難しい。あと乾燥してるから、結構乾燥しやすいんで、これは楽しみです。楽しみですね。じゃあ早速やっていくんですけど、まずケミカレーションでは残留の成分をまず一回取り除きます。でブリーチ例えばしてる毛とか歯根矯正してる毛とかって結構残留がマジで残るんですよ。例えばこのモデルさんはブリーチしてないですけど、モデルさんが例えばブリーチしてたとしたら、それに配合されてるアリュー酸とか、あとアルカリ成分とか金属イオンとか過酸化水素は大体抜けてるんですけど、そういったのが本当にしつこく残ってます。数ヶ月残ってます。で歯根矯正とか1回やると、その還元剤とかアルカリ剤とかその歯根矯正の薬剤がマジで残ります。なので歯根矯正をした髪に例えばブリーチを乗っけたりとかすると発熱すると思うんですけど、なんか妙に熱くなると思うんですけど、それっていうのは結局残留している歯根矯正の薬があるから、ブリーチ剤が過剰に反応しちゃって熱を持つっていう感じになるんですね。で思った以上にそのアルカリ剤とか還元剤とかっていうのはすんげえ残っちゃうんですよ。だからそれをまず取り除かない
ないと変な反応をしちゃうんで、なので一回きれいに髪をリセット状態にしていかないといけないっていう。そのために何を使うかっていうと、まずチェンジリンスして余分なものを流していきます。その後にシャンプーして、終わってからまた前処理ですね。で前処理はまたちょっと後で話をしていきますので、まずはちょっとシャンプーをしていこうかなと思います。お願いします。はい。多分ね、濡らすと結構出てくると思うんで、こうやってシャンプーするとすごいよくわかりますね。量もかなり多いです。多いって毛もすごいしっかりしてて還元が効きづらい毛なんで、これはなかなか伸ばしづらいですね。だからダメージを気にして作業するっていうよりかは、完全にアルカリが効かないとか還元が効かないで伸びきらなくて失敗するパターンな感じなので、とにかくしっかり効かせることですね。多分普通の大手の薬剤だけだと多分伸びきらないし、それこそ一回還元剤の一剤つけてから放置して、その後にまた流してもう一回つけないとみたいな感じになると思います。結構量が多くて指が入らないですね。めちゃめちゃ難易度高めですね。そうです。伸ばしづらい感じ。見応えがでもなんかすごいアルカリのやつですごい多分血管が分かりやすいかなっていうのはあると思います。まずはプレシャンするんですけど、プレシャンした後にそのままお湯溜めて、はい、流しました。これでだいたいキレイとしたっていう状態になりますので、ここからセット面の方に移って前処理の方をしていきます。では今シャンプーが終わった状態なんですけど、シャンプーをしているので櫛通りがちょっといい感じになってます。このコームめっちゃいいですね。あ、それトライグッズのトライグッズのコームやつ、これめっちゃいいっすよ。これめっちゃいいですね。びっくりしましたジャンボコームよりもははるかに扱いやすいです。いや、さっき触らせてもらってなんだこれなんかカーボンで作ってるやつで、はカーボンコームっつって、それでトライグッズの松本さんがオリジナルで作ったみたいですね。テールがあるのいいですね、このアラバに。はい、トライグッズのやつだとね、これがめっちゃいいっすよ。これおー、チューブ絞りでマジ壊れないで、ちょっとすっげえやりやすいです。めっちゃパワー入るやつですかこれ。で壊れないんで。トライグッズそれも松本さん型から作ったんです。へで中国かなんかで作ったんですって、はでそれがなんか中国でヒットしてほう型をね同じやつがあるんです、中国で。へえ。それでもデザインしたのは松本さん。そうすごい。すごいですよね。なんか見ました、玉さんと松本さんの YouTube、加藤さんと。あ、見ました。くだらねいや、ああいうの好きです。全然見られてない。頑張ったんでね。取られる。でも面白いんだけど、面面白かったです、面白かったです。くだらなくて面白い。あれ、3つぐらいに分かれてるやつです。そう全部見ました。くだらなくて面白い。じゃあ、さっき見たところですけど、結局毛先の方は全然大丈夫なんですけど、ここですよね。ここがメインなんで、根元はここアルカリで一回還元させて、で、まずしっかり軟化させます。軟化させて、還元を効かせてから、後から軟化がしすぎたら少し髪を固めていくんですけど、その髪をあんまり固くめすぎると今度還元が効かなくなっちゃうんで、ある程度強いやつでやってきます。で、まずブロッキングがすごい大事になるんですけど、ブロッキングはイヤートゥイヤーですね。イヤートゥイヤーで、まず1個固めちゃって、で、こういうロングの毛とかは、あんまりこうやってピッてただ止めるだけだとすげえ邪魔になっちゃうんで、止めるときに手でもねじっちゃう、中指でねじっちゃって、で、これ丸め込んで、でアップの要領でここに入れちゃうと。そうすると結構綺麗にピタッと止まります。で、ここでまず止めます。で、次に、こっちがすごい大事なんですよ。ここで、大体みんなこういう風にやっちゃうんですよね。センターパートでいっちゃうんですけど、センターパートで取ると、こうやって塗っていくじゃないですか。こうやって塗って、ハケでこうやって塗った時に、ここ塗り残すんですよ。で、結局真ん中が残っちゃうから、それがこういう風にやらないといけないんですね。で、癖が残りやすいっていうのはここなんですよ、とにかく。で、あとはこういう細かいところ、こういう細かいところ、こういうところ、こういうところがあれなので、これだと物理的にやっぱり塗り残しを起こしやすい。あとは、癖が多いところっていうのは、こう見ていくとわかると思いますけど、この辺とかって全然残んないです。
でもここじゃないですか、なんか。そこですね。ここをしっかり効かしたいんですよ、とにかく。で、癖が残るのはここだから。で、逆に表面とかっていうのは紫外線の影響で髪が細くなってたりで焼けてたりとかして、ここってめっちゃ薬剤効くんですよ。効いちゃうから。だから同じ風に塗っていくと、ここだけ過剰に還元したり過剰になんかしちゃいます。だから、ここだけまずしっかりやりたいので、ここをちゃんとね、分けた方がいいんですよ。そっちの方が塗りやすいし、あとはダメージを考慮できるんで、一気に全部進めないで、こういう風に分けちゃいます。こう。で、あとは、これを3等分に分けていく感じですね。で、もう、大体もうパターンで塗り残すところって大体同じなんですよ。まず、一番効かせたいところは効かせて、効きづらいところっていうのはここ。ここのブロックがとにかく還元しないから、ここをすごい強くしたい。で、なんでここを分けたかっていうと、例えばこっちを塗るときに、ここ塗り残すんですよ、ここ。これ。そうですね。で、例えばアシスタントに任せた時とかに、ここと、あと真ん中が甘くなっちゃうから、これぐらい細かく分けてると、こうやって斜めでこうやって塗っていくんですよ、こうやって。こういう風に。こういうスライスでこういう風に塗っていく。そうすると、ムラになりやすいところが綺麗に塗ることができるから。なので、こうですね。1、2、3、4、5、6ブロック。これで塗っていきます。で、一番最初に、まずは、パターンにもよるんですけど、先に根元の還元剤つけてからトリートメントを塗るっていうパターンもあるんですけど、基本的にそのヘアケア剤っていうのはもう放置たくさんしたいんですよ。もうつけっぱなしにしてめちゃめちゃそれを放置、1時間2時間、もう漬けみたいな感じでもう漬けていたい感じだから、先にもうこれトリートメント、ケラチントリートメント塗っちゃいます。で、ここは還元剤入れないので、まずちょっと調整していくんですけど、こんな感じでいろいろあるんですが、で、これをよく混ぜます。あ、これもトライグッズに売ってるんですけど、これめっちゃいいっすよ。これ俺も買ってます。これ超良くないですか？割れないやつです。割れないし、で、綺麗に混ざって、で、ガチャガチャ言わないんですよ。これカラーリストの山崎健吾さんっていう人が作ったやつで、これマジで神。いや、神。で、このトライグッズのこのカップと、俺トライグッズの人みたいだな。松本さん喜びます。喜びやるとちょうど綺麗に混ざるんで、粉末で混ざりにくいんですけど、すごくやってれば混ざるんで、ただ塗ってる時にこうやってもみもみしてればそのうち混ざるんで、僕はあんまり細かくないんで、こんな感じでちゃちゃっと混ぜちゃいます。で、これぐらいの量ですね。で、これをまず毛先に入れちゃいます。はい。で、ここからここは還元剤効かしたいんで、これ結構原力作用が強いから、あんまりこの伸ばさなくちゃいけないところまでは塗らない方がいいです。こうやって。で、ここも塗っていきます。でもまだ還元剤入ってないんで、割とざっくりで大丈夫です。で、この辺は特に効かしたいんで、あんまり上の方まで塗っちゃうとちょっと減力しちゃうんで、かといって、こっちついたからといって、もう全く還元が効かなくなるわけでもないんですよ。結構相性がいいんで、でも必要以上にはやんない方がいいかな程度でいきます。ちなみに、これもトライグッズトライグッズの人ですね。めちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいいの。よく止まるんですよ。よく止まるし、なんかすごい扱いやすくて、すごいいいんですよ。トライグッズで溢れてます、昨日もビューティーワールド行って、ビューティーワールド、はい、トライグッズのところで、中で立ってやってましたよ、僕。あ、すごいですね。タモさんがそこに行くっていうのがすごいですね。それで、長門さんが作ったメテオコネクターがここにあって、で、ここに C プレックスが置いてあって、僕ここに立ってる、こうやって。なんか、これメテオコネクターいいらしいですよ。使ったことないですよ。そうですよね。いいらしいです。C プレックスとも多分相性がいいんで、よかったらどうぞって。めちゃめちゃありがとうございます。宣伝してきました。ありがとうございます。すごいバズってるらしいんで。ありがたいことに。皆さんに愛されてます。で、要はこの毛先、中間からここから下はケラチントリートメントをやっていくっていうようなイメージですね。で、これでまた程度塗ったら再度止めちゃいます。で、ここまではトリートメントなんで、そんな緊張しないでいいんですけど、次に還元剤を塗っていきます。で、ここが効かないんですよ。ここが効かない。あとは、これですね。ここが伸ばし残しってまずないんですよ。どっちかっていうと傷んじゃう。傷んじゃって切れ毛みたいな感じになっちゃって出ちゃうから、ここは繊細にやらないといけないところなので、もう最初からこうやって分けておいちゃうんですよ。ベースは6ブロックなんですけど、これで分けておきます。で、アシスタントがいるときはこれで一緒に塗っていけばいいんですね。で、ここはまた別で塗っちゃって、これを先に塗っちゃいます。僕大体いつも1人で塗るんで、1人で塗る場合は1、2、3で 4、5でちょっと時間放置して大丈夫だったらこっちを塗る。
っていう感じにいきます。で、ここからちょっと薬剤を塗っていくんですけど、ここが次が一番大事な薬剤の調整ですね。これがもうメインと言っても過言ではない。ここの薬剤の調整がうまくいけば、歯根矯正はうまくいくし、ここが失敗するとうまくいかないです。で、すごいダメージ網だったら、これが要は結構強いやつですね。大体、まあいいでしょうと。感じ。1分ぐらい混ぜてますそうですね。1分ぐらいは混ぜた方がいいです。じゃあ、勝中君お願いします。動画初登場なんで、なんか。勝中君です。今日アシスタントできました。よろしくお願いします。アシスタントじゃなくて、ちゃんとスタイリストっていうか、所沢でちゃんとお店持ってる。そうなんですけど、ちょっと。いつも一緒になんか動画撮ってもらってたりとかするんですけど、今日長戸さんが来るって言ったら勉強したいっていう、本物の撮影とはみたいなのを学びたくてちょっと勉強したいということで来ました。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんな感じなんですけど、今ケラチントリートメントを塗ってる状態ですね。で、ここが効いてなかったので、ここを塗っていきます。で、本来だったら大体このぐらい伸びてて、で、あとはリタッチだったりとかするので、そういう場合はここから先だけケラチントリートメントを塗って、この効かせたいところだけ塗っていくんですけど、今回結局効いてないんで、もうここ普通にもうバッチリやっちゃいます。で、めちゃめちゃ傷んでたりとかしてたら、またちょっと調整の方法とか考えてたんですけど、僕の中ではそうでもないなっていうのがあるんで、まあ普通に効かせちゃいます。なので、ここまで、真ん中まで一気に塗っちゃいます。で、ぶっちゃけここの方が塗布ミスないんですよ。塗布ミスなくて、ここが難しいんですよ、塗るとき。だから、スタイリストってアシスタントに仕事を任せるのであれば、割と前をスタイリストが塗りがちなんですけど、難しい方スタイリストやった方がいいです。大変な方。そっちの方が確実なんで。では塗っていきます。で、ここもちょっとやっぱりコツがあるんで、これですね。あんまりこう、根元をギリギリ攻める人いますけど、ギリギリ攻めちゃうと熱で過剰還元しちゃって、なんかジリジリしちゃったりとかするんですよ。だから不必要なところは塗らない方がいいです。イメージ的には一番いいのは 0.5 ミリ開けるっていうくらいがちょうどいいですね。で、こうやってよく見て、ここ塗ります。で、裏。塗ります。で、こういうとこ。ちゃんとこの四方八方で溶かして、特にここが塗りづらいんで、ここをよくこうやって揉むこと感じですね。で、そのまま中間まで塗っちゃいます。展開ですね。こんな感じです。はい。で、次。スライスはだいたい1センチぐらいがちょうどいいですね。あんまり2センチだと取りすぎだして、0.5 センチとかだと時間がかかるんで、これぐらい。まず、こうやってよく見て、こう。で、裏。で、こういうとこですね。で、ここのサイドをちゃんともみもみして塗り残しがないか。ここぐらいになっちゃうんで、その後は、普通に塗ってきます。ね。薬剤もね、結構たっぷり塗っちゃった方がいいです。ケチン内で。こんな感じ。はい。次、1センチ取って、カールで留めます。はい、この辺なんかも特に効いてない。そうですね。こういうところ出てきたら、これ絶対明らかに効かないんで、薬の量もしっかり塗った方がいいです。で、ちゃんと端を塗り塗りして、で、ここすっげえ効いてないんで、もう、ちゃんと効かした方がいいです。ちょっと効いてないんだったらもう手でしごいちゃうぐらい。このくらい。もう指でもう入れ込んじゃうんですよね。薬剤。それぐらいもうここ効きづらいから。ほら、ここは効きづらいとこ。僕手めっちゃ荒れないんで素手で塗りますけど、皆さんはちゃんと手袋やって塗った方がいいですよ。はい、僕も素手派ですね。めんどくさいですよね。全く持ってね。カラーの時ぐらいじゃないですか。爪が染まって爪が染まってない時。爪が染まってるとなんか飯がうまく食えない気がして。わかります。嫌だなと思って。ここもほら、すんげえ結構残ってるから、ほら、ここまでだね。伸ばしたいですね。これは伸ばしたいんで、いや、今日すっごいやりやすい。なんか、中戸さん緊張しなくていいわ。本当ですか。ありがとうございます。
勝山君緊張しないタイプ。人によっては緊張する人いるよね。なんか見に来る人とか、なんかちょっとなんかこう和む系だとやりやすいんだ。癒し系ですね。いやなんかね、そうするとなんかちょっと萎縮しちゃうよね。なんか加藤さんとか全く気にしないけどね。お会いしたことはないですけど、動画越しではすごいいい人なんだなと思って。性格まあいいんですけど、口が超悪いですね。超悪いよね。お会いしてみたいです。じゃあ次行きます。サイドですね。で、ここですよね。ここ残すんですよ。みんなこれ。で、薬剤の残しちゃって、で結局アイロンでなんとかしようと思うんだけど伸びない。ここが、あと流し残し、中間水栓で、最近バックシャンプーとか、サイドシャンプーじゃなくなってるから、ここを流し残しちゃうんですよ。で、ここビリビリしません？ビリビリするときありますよね。お客様に、ここなんかジリジリしちゃったんですけど、って言われるときがあるんですけど、それ完全に還元が効きすぎなんだけど、なんで効くかっていうと、中間水栓の流し忘れ。ここを丁寧に流しづらいんですよ。だから中間水栓で必ずここをよくやること。ここが効きやすいって思っちゃってるかもしれないですけど、効かないんですよ、ここ。じゃなくて、流してなくて、還元剤が残っちゃってて、そこにアイロンを当てるからジリジリしちゃう。あとは酸化不足。酸化剤がここ、塗布甘くて、で、酸化剤が効いてないと、再結合がうまくいってなくて、お客様が寝るときにここで枕でゴリゴリやっちゃって、で、ここがこうチリチリしちゃうんですよ。あとその、中華水栓よく流すのと、あとはその酸化をちゃんとしてれば、ここジリジリしない。還元が効きすぎちゃうわけじゃないんです。なんかテクニック的な基礎の流し忘れとかが結局原因なんで。あとはさっき言ったように、ここですね。ここのライン。ここがすんげえ伸ばしづらいんで、耳周りとか、ここをちゃんと丁寧にやっていきます。で、真ん中のラインほどそんなにきつくないんで、ここはそんなに伸ばし残しっていうのは多分ないかな。大丈夫そうかな。なんで、割とパパッと塗っていっちゃいます。二人で塗ると超楽。普段は一人塗るように。一人。ずっと一人で。あとあんま濡らせたくないっていうのもあるんですよ。強制にしていきやそうですよね。なんかちょっと怖い。後々怖いですよ。だって、ここで失敗するともう取り返しがつかないんで。アイロンとかは割と何とでもなるけど、一材はやっぱり人もやっぱり見ますよね。なんか塗り方が。まあ、桂川君はね、すごいオーナーですからね。まあ、お客様とも話してるとこうやって夢中でなんか全然手元狂うんですよね。やっぱり話しちゃうとやっぱりちょっと狂っちゃう。でもぴったしのラインで全部塗られてますよ。狂ってないですよ。大体こんな感じで塗っちゃいます。で、ここはまあ塗らない感じなんですけど、で、本来だったらこっち、例えばカラー毛とかで、明らかにこっちの方が弱いなっていうんだったら、ちょっと時間を置いてやるんですけど、まあこのまま次行っちゃいます。本当だったらこれで、プレ還元で5分ぐらい、ここで1回放置して、軽く放置して上を塗るっていう感じがいいと思うんですけど、薬剤もこの感じだったらもうさっきと同じで全く大丈夫です。それを、でも放置の時間必要ないんで、このまますぐ1回、じゃあ続きを塗ります。本来だったらこういうふうに今プレイの段階で5分ぐらい効かせちゃった方がいいんですよ。ここは明らかに伸びないんで、10分ぐらい放置して放置後に、まあ、今もどのみちちょっと5分ぐらい放置したんでもう1回塗っちゃうんですよ。ここチェックでよく見ながらちょっと効いてるかなっていうのをチェックしながら2度塗りしちゃいます。でも全然効いてますね。効いてそうですね。そう酸性矯正剤が多分残留してるんですよ。残留してるから多分ね、おそらくである程度の還元っていうでもここはダメだ、ほら本当ちょっと溶かせばなんとなく甘いところが出てくるんでそこを塗ります。であとここ伸ばした方がいいかなとかっていうのを2度目で1度目でなんとなくパッと塗っちゃうんですよ。で反応させて今塗ってる時に溶かしながら柔らかくなってるなとかなんか効いてるなっていうのを確認する意味でももう一回塗っちゃうんです。でここの段階でめちゃめちゃ軟化してるなとかすげえデロデロになってるなって言ったら硬化剤をつけていけば大丈夫なんで、とにかくなんていうか1回でなんとかしようとしないでまず塗ってで様子を見る。で髪の毛って塗ってみないとどういう風に反応するかって分かんないんで、特に初見だとなので塗ってほらここはちょっとほら効いてない、残ってますね。残ってますよね、これは効いてないんでここはベタベタやった方がいいですね。一回効いてる。ここはねやっぱり上の方なんでやっぱりちょっと軟化が強いですね。ちょっと軟化してる。こっちは効いてないけどでも全然許容範囲以内なんで大丈夫です。
したら次いっちゃいます。チェックしながら、ここ大丈夫ですね。全然大丈夫。ここちょっと甘い。甘そうなところ、また薬重ねて、またちょっと揉み込みます。こっちは大丈夫かな。なんならこの辺ちょっと軟化が結構進んでるんで、こっから先ちょっとやばいなっていうのをちゃんと手で確認します。ここ一応もうちょっとやばくなったら硬化させていきます。ここ大丈夫ですね。そしたら滑膜膜にここも塗っといて、はい。たら今度こっちですね。で、このさっきと同じようにちょっと溶かしてみるとあんまり出てないですね。癖が。で、還元がしっかり酸性矯正で全然効いてないと毛が潰せてないんですよね。結局このお客様ってボリュームが膨らんじゃうじゃないですか。で、毛っていうのは丸いですよね。なので還元をしっかり効かせて潰した状態で固定化させることでボリュームが落ちるんですよ。縮毛矯正。だから癖がこういう風に少なかったとしても、甘い還元で癖が仮に出てなかったとしても、それが甘い状態だと結局ボリュームが収まらないです。なぜだったら毛がこういう状態だから。これをちゃんと還元させて、この状態で楕円形にさせて固定化させることで、こういったボリュームが落とす毛にはすごいいいんで、癖がすごい弱かったとしても、必ずしっかり還元をさせること。こうやって見るともうほとんど、もう塗る前からほとんど癖が出てこないんですけど、じゃあこんくらいだったら、あんまり還元効かせないでいいんだなっていうふうに思うと、ボリュームは落とせないです。だから、軟毛とかでボリュームが出ない人だったら、あえて潰さないっていうか、アイロンとかの作業とかしないで、ブローだけで仕上げると、結局ブローで熱出すだけなんで、ブロー矯正の場合、毛がこの丸いまんまこうやってまっすぐにできるから、だから、ふわっとするんですよね。軟毛の場合はアイロンをやらないか、本当に軽く当てる。結局効かせてやっちゃうと潰れちゃうから、軟毛でボリューム立たない人をこういう風に楕円に仕上げちゃうとボリュームが落ちちゃうんで、なので軟毛とかボリュームが欲しい毛はブローで仕上げていくといいです。で、軟毛の場合は、今日は剛毛なんでちょっと毛を潰していく作業にしていくんですけど、軟毛の場合はどういったことが必要かっていうと、軟毛って毛が細いですよね。細いから軟化防潤させて膨らますんです。で、膨らました風船みたいに膨らましたところに栄養を入れます。で、固めます。そうすると太くなるから。で、アイロンして潰さない。丸い感じで固める。そうすることによって張り越しが出てきて大きくなってくるんで。だからそういう場合はアイロンしないでブローで仕上げるとかっていう、どっちかというと栄養を軟化させて膨らまして栄養を入れるって感じ。あとちょっとついでになんですけど、ビビリ毛矯正ってありますよね。ビビリ毛矯正ってどういう風にやればいいかっていうと、ビビリっていうのはタンパク質っていうのは繊維がこうくっついてるんですよ。たくさんくっついて絡まって毛っていうのができてるんですね。で絡まってそこがさらに絡まったものがさらに絡まってって毛っていうのが構成されてるんですよ。でも還元とかアルカリ剤の作用で毛が弱ったところに熱を加えてギュッてやったところで毛がセーターがねじれてるみたいにシュルシュルシュルって言います。で繊維がぐちゃぐちゃになるんですよ。こうやってぐちゃぐちゃで絡まる。これがビビリ。なので、ビビリを矯正するためにはどうすればいいかっていうと、このぐちゃぐちゃを一回ほどかないといけないんですよ。そのために、ケラチン繊維がこういう風に、こうやってこういう風になんかくっついてるんですけど、これが一本化しちゃうんです。溶けて一緒になっちゃって。これでかい一本の束になっちゃう。こうすると元に戻んないけど、大体はこういう風にやってて、もう癒着しちゃってるような状態あるから、まずビビった毛っていうのは軟化防潤させて広げます。毛を広げて、ぐちゃぐちゃって広げてるやつをこうやって弱まらせていくんですよ。で、ここが癒着してるから、その癒着を還元剤で切ります。弱い毛で。それをさらにアイロンを当てて再固定化させていくと、ビビリ矯正ができるっていう感じ。なので、ビビリ矯正する場合は酸性でやっちゃうとほとんど無理。要はここの結合だけは取れるけど、そうじゃなくて軟化して防潤させて膨らませないと一回軟化防潤ってして、だからビビリは一回膨らませることですね。で、弱い軟化防潤剤。要はビビっちゃって傷んでるから、あんまり強いアルカリ剤入れ溶けちゃうから、尿素とかあんまり弱いアルカリ剤を使うと、軟化防潤だけできて、髪が溶解まではいかないんで、そうするとよりひどくなっちゃうんで、弱いアルカリ剤で軟化防潤作用があるやつで、そのねじれたものをまず広げて、ほぐして、で、なおかつすごい弱い GMT とかの還元剤で癒着したところを取ると。で、ここに栄養剤、ケラチンとか活性ケラチンとかアミノ酸とか入れて、で、ポリフェノールでまた固めていく。そうすると、ビビリ矯正がうまくいくっていう。完全になんていうかツルツルになるわけじゃないけど、結構いい感じに戻るんで、なんとかなります。ただもう溶解しちゃって、もうそれがもう繊維がもう一本化しちゃってるともう元に戻んない。CMC も入らないし、もう隙間がないんで1個になっちゃってるから、そうするともう元に戻んないんですけど、そこまで進行してるっていうのはあんまりないんで、大体多少のビビリだったら全然普通にうまくいきます。なんなら普通にやっちゃいます。矯正とか。なんかビビリって
って言ってきたお客さんが、ビビりじゃないわけそう多くないですか？最近なんか残ってるパターンとか。それでお客様がすごい知識がインスタの影響で詳しくなってるんですよ。もう長門さんの影響ですよ。長門さんの影響でお客様が詳しくなっちゃってるんですよ。賢くなっちゃってね。そうだよね。こういう人がいるからお客様が賢い。しかも怖いです。間違った覚え方しちゃって。そうなんです。それでなんか多分どこまでがビビりでどっからがビビりなのかっていうの多分お客様が理解してないん手ですよ。触りが悪いイコールビビりっていう感じに捉えられてますね。そう。いやこれビビりじゃないっすみたいな。普通に還元してアイロンしたら超綺麗になるパターン。普通に伸びてないだけなのに要は宿毛ってこうやってねじれてるからジリジリしてるじゃないですか。だからそれをビビりって言っちゃったりとか、これ完全に普通にただ伸びてないもともとこれですよねみたいな。それをビビりって呼んじゃってるっていうのありますよね。それ結構パターン多いですね。ありますね。で今軟化してますけどこのぐらい全然余裕なんですよ。もっとデロデロもう明らかにやばいなっていう柔らかさになったらやばいんでこれを硬化させていく薬剤を塗っていくんですけど今は全然髪の毛が丈夫な髪質なんで硬化剤を使う必要がないんですよ。だからもうこのままずっと放置です。もう伸びるまで。でその伸び具合っていうのがじゃあここから仮に30分放置しました今流しましたって言ったところで還元ってそんなに目に見えた痛みとかってないんですよ。ない軟化なんでだから過剰還元とかってないんですよ。ほとんど還元ってほとんど切れてないからだから手触りも別に悪くならないしなんてことないんですよ。だから余分に30分放置しても別にいいんです。だから今もう伸びてますよね。伸びてるから、これで流してもいいしでも僕はちょっと心配性だからね撮影して全然伸びてないやんみたいになってるわかります。そのプレッシャーは俺もいろいろ感じますだからちょっと過剰に効かせる感じ。実際こうやって伸びてます、はい、伸びてます。もう流していい段階なんですけどちょっと保険をかけてもうちょっと15分ぐらい放置をしようかと思います、また放置で、はい、じゃあ1回動画止めます。じゃあ今還元させてでここまでバッチリやったんですけどここの辺はちょっとなじませるっていう意味で少し伸ばしてます。伸ばして今 1,2 分放置したぐらいですね。ちょっとなじみでこっちはもう一切つけてないですね。でこれまた再度チェックしていくんですけどさっきの時点でもう伸びてたんで普通に伸びてます。こんな感じでこれだからこの状態を要はアイロンで固めるっていう感じなんです。イメージでアイロンで伸ばすんじゃなくてここでうねうね残ってたら焼肉にして伸ばすしかないからだからきっちりこの状態でしっかり伸ばしていくこと。本当に宿毛でこういうお客様いらっしゃいますよね、そういう場合はやっぱり残っちゃうんですよ、そういう場合はしょうがないからある程度アイロンの熱の力で伸ばしていくっていう必要はあるんですけどこの程度だったらもうしっかりこういうふうに綺麗に伸びてますのでこれを流して熱で固定化させていきましょうっていうのが本来の宿毛矯正になります。そうすると仕上がりがめっちゃ柔らかいんで、はい、でこれで一回流していきます、はい、感じになります。で中間水栓をしていきます。1液塗布終了から何分ぐらいですかね。合計ですか塗り始めてからだいたい平均して120分ぐらいここの流すまで、時間だいたいかかります。今日も4時から始めたんで、ちょっと話しながらやってるから少しオーバーしてますけど、だいたい平均して早くても要は16時に予約したらだいたい2時間後に流すって感じ、早くても90分後に流すっていうイメージですね、だからそうだからその間に例えばカットしたりなんないとかありますけどやっぱり90分だとちょっと甘いかなっていうぐらい、だから合計どんくらいになってるかわかんないですけどもだいたいカウンセリングから始まってお客さんご来店16時で予約取ったら流す時間は18時になるっていうのが大体の目安ですね。大体僕はそれを目安にして時計見ながらもういいかなっていう感じで、そこに合うように軟化と効果を合わせた。要は還元のしすぎっていうのは別にあんまり気にしないでいいわけだからそれよりも還元が効いてないっていうことがあれなんでだから定期的に2時間はもう効かせようって決めてるんですよ、大体。では流します。でさっき中間水栓のコツなんですけどさっきちょっと説明したんですけど襟足がジリジリしちゃう仕上がりの時ってあると思うんですけど大体は流し忘れがほとんどです。でこういうフルフラット式のシャンプーだととにかくここを流し忘れちゃう。でここに還元剤が残っちゃってでそこにアイロンの熱が加わっちゃって過剰にアクティブに反応しちゃってチリチリしちゃうっていうのがあるので特に流すときはこういう流しづらいところをしっかり流すこと
で、流しづらかったら、失礼します。ここに傾けて、ちゃんと流す。失礼します。で、逆側もですね、ちゃんとここから流れるように、指を入れるときもちゃんと奥まで当てて、で、襟足のギリギリまでしっかり流れるようにします。で、その後にお湯ためをしながら、こういう顔周りとかって流し忘れってほとんどないんで、大体大丈夫なんですけど、要はここの中ですね、中のところがとにかく流し忘れちゃうので、特にこういった毛の量が多いお客様は、そういう風になりがちです。こうやって、襟足の薬剤をしっかり流すこと。で、適度な過剰なんかしてないですし、還元もしっかり効いてて、ケラチントリートメントもちゃんとやってるんで、もうこの時点でもう確実にいい仕上がりになるなっていう手触りになってます。ここでもう大体決まっちゃうんで、ここまでうまくいってないと、ここまでの段階ですごい傷んでたりとか、伸びてないなって言ったら、この先挽回するのに、要は熱をめちゃめちゃしっかりやったりとか、油しっかりつけたりとか、他のことを、過剰なことをしないと挽回ができない段階なんで、そうじゃなくて、もうここの段階でもうバッチリ、やたらいいなみたいな感じの状態にしとけば、まず失敗ないです。はい。はい、で今、中間水洗が終わった感じなんですけど、すでにこう質感がいいです。で、薬剤塗ってる時に癖伸びてたんですけど、ここで一回流すと、ちょっと戻ってくる感じがありますけど、ここはちょっと熱で伸ばしていくので、大丈夫です。このぐらいだったら。このぐらいですね。ちょっとだけ残ってる感じ。あとは、だいたい効いてますね。ちょっと過剰に還元時間放置しましたけど、良かったですね。あの時流しちゃったらもうちょっと伸びが甘かったかもしれない。上の方はもう完璧ですね。ですね。バッチリ。なので、ドライの加減なんですけど、もう癖の具合で変えてきます。流してどれぐらい残ってるか。で、完全にこの段階でストレートだったらもうフルドライしてやっていくんですけど、残ってれば残ってるほど水を含ましておいた方が伸びやすくなるので、なので、ここに関してはもう完全にウエット状態から伸ばしていきます。ただ、こっちはもう完全に必要ないんで、結構乾かしちゃいます。じゃあドライヤー入っちゃいますね。そしたら、このお客様は伸びにくい毛なので、伸びにくい毛の場合は、このぐらい、もうほんと軽く毛先だけ濡らした状態で、もうブローに入っちゃいます。で、さっきと同じように6ブロックで分けていきます。ブローする際も、こういう風にやっちゃうと、もう足りないんですよね。これを当てた時に。この幅しかないんで。で、こっちが効きにくいんで、特に。こっちは効くんだけど、こっちが効きにくいから、ちゃんとそのブラシのテンションがしっかりかかるように調整をします。このくらいの幅ですね。で、今分けたんですけど、この幅だったらもうがっつり入るじゃないですか。ここを取りすぎると伸ばし残しが出てきちゃうんで、これぐらいはちゃんとあるようにします。アシスタントに任せる場合は、前やってもらった方がいいです。こっちの方が伸ばしやすいんで。で、難しいのはここですから。で、ここ、特にさっき癖がある程度残ってたところはしっかりドライヤーでウェット状態から熱を当ててることによって癖が伸びていきますので、ここはしっかり水分を残しておきます。で、やってる最中に水分がなくなってきちゃったら、水分を足してやるぐらいがちょうどいいですね。で、スライスは1センチスライスずつ取っていきます。こうですね。で、ちょっと今、動画の兼ね合いでドライヤーつけないんですけど、やり方なんですけど、ドライヤー持って、で、ツインブラシの持ち方はこうですね。こうじゃない。こうだと力入りすぎちゃうんですよ。じゃなくて、こうやって持って添えるだけ。優しく。こっちで持つとテンションがかからないんですね。弱いんで。こっちでやつとグーって力が入っちゃうから、無駄なテンションがかかっちゃうんで、こういう風にやって触るだけ溶かして、こうですね。で、根元にこういう風にやっていく。で、効かせたいところにしっかり効かして。で、こっちは伸ばしてるので、乾けばいいな程度で、優しくやります。っていう感じになります。はい。お願いします。まず、一番最初にやるのは、顔周り。ここですね。これ。で、ブローやってる間に前髪が乾いてきちゃうんですよ。だから、最初に前髪を効かせちゃいます、ここだけ。これ結構後の方にやりがちなんですけど、そうすると毛が乾いちゃって伸びにくくなっちゃうんで、一番こう、しっかり伸ばしたいところですね。これ伸ばしちゃいます。
今前髪が終わりました。で、大事なのはここなんで、ここをしっかり当てることがすごい大事です。で、今完全にこっち抜けきってなくて、ちょっと湿ってるんですよ。でも、こっちにそんなに熱を当てる必要はないから、最後にちょっとスルーアイロンで水分飛ばす程度なので、とにかくここの伸ばさなくちゃいけないところだけしっかりやっていきます。前髪にまずやりました。で、その後に、もみあげのとこですよね。ここを癖が残りやすいところ伸ばしました。で、最後に、ここですね。ここの伸ばし残しがあるので、きっちりとこの3箇所、1、2、3箇所を先に伸ばしちゃいます。これで大体安心なんで。で、サイドも同じようにやっていきます。で、それが終わったら、今度は後ろですね。後ろを始めていくっていう感じ。お願いしていい？したら、顔周りやって、それが終わったら最後、どんどんなっちゃいます。いいですか？今、ブローを終わらした感じなんですけど、イメージ的には、ブローで大体5、6割仕上げる感じ。で、今日なんかでも癖がだいぶ強い方だったんで、ブローで伸ばしきれないところもあるんですけど、それを最後熱で固めて仕上げていっちゃうっていう感じになります。で、ほとんど、この特に強い根元の方をきっちりブローをやって、で、ここほとんどいじってないんですけど、やっぱりざらつきますよね。だからこれブローをやったりとか、アイロン作業でめっちゃしっかりやっちゃうと、ここめちゃめちゃ傷んじゃうんで、ほとんどスルーで乾かして、最後にアイロンでちょっと整える程度でやっていきます。このモデルさんかなり乾燥しやすい方で、ブローしてる最中に最後の方にやってたところだともう結構水分が飛んじゃうんですよね。で、完全に飛び切っちゃうともうブローで伸びなくなっちゃうんで、水分がもうフルウェットから始めたんですけど、もうこっちの方をやるときにもすごいもう完全に乾いてました。なのでそういう時はもう軽くやっぱり濡らして水分を含ました状態でブローしていくっていう感じになります。がっつり濡らしてましたね。そうですね。で、からまた一度溶かしてで、さっきと同じように分けていきます。で、まだここで完全に今ツヤが出てない状態なんですけど、これでアイロンを当てていくと急にツヤ出ます。で、普段は通常毛だとそんなに圧力かけないんですけど、結構やっぱり伸びにくい毛で、なのでそういう場合はやっぱりある程度圧力必要です。で、ここまで癖が残ってるところまでしっかり圧をかけて、で、こっちの毛先の先はスルーで大丈夫なので、じゃあやっていきます。もう1センチスライスで、今度は180度ですね。よっぽど傷んでたら150度とかまで下げちゃっていいんですけど、大体はもうほとんど180度でやっちゃいます。で、ツインブラシで面を整えて置いていく感じですね。今日は伸びづらい毛なんでかなりしっかりめ。普段はもっとサラサラやっていくんですけど、しっかりめにやっていきます。ちょっと煙飛びますけど、この煙は結局揮発性シリコーンのシクロペンタシロキ酸が揮発してる感じなんで気にしないで大丈夫です。で、ここで一気にアイロンで毛が決まってくるんで、この段階では多少ツヤが出てなくても全然問題ないです。とにかくブローの段階でしっかり水分飛ばして乾燥させていくことですね。で、ある程度伸ばしていくこと。ブローで伸びる癖とアイロンで伸びる癖って全然違うんで、癖が残るところまではしっかりで、結局こっからついてるんで、ブローする時もここまではちゃんとテンション引っ張れるんですけど、こっからやっていくともうこの辺効かないんですよ。飛んじゃうから。だからブローする時はここまでしっかりやる。で、こっからこうやってやっても全部飛んじゃってここが効かないから。だからアイロンの時もそうで、テンションが効くのはここまでなんですよね。で、そっから先は、こう、触る感じスル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 って感じですね。しつこくやってもいいんですけど、やる必要もないんで、ここでどの道決めちゃうから。思ってアイロンがサクッとめですね。全然サクサクですよ。還元で効かせるんで、でもこれでもかなりちゃんとやってる。普段はもっと還元がもうバッチリ効いてる状態でほとんどまっすぐだから、もう当てていくっていう感じなんですけど、がっつり。でも今日は、還元だけで乾かした時にまだこうやってうねりが残っちゃってる感じ。あんだけやってもまだ還元がちょっと足んなかったなっていう感じかな。だから多少アイロンの力でちょっと伸ばさないといけないから結構みっちりやってます。これでも。普段はもっと全然サクサクですね。この辺はもうサワサワーって言って、ちょっと長いんで、こっちまでいっちゃいます。
アイロンはアドスト一択ですか？アドストがいいですね。アドストとあとドライグッズのアイロンも良かったんですけど、シルクプレートアイロン良かったんですけど、やっぱこれですね、壊れないし。確かに。アドストね、でも今ワイドないですよね。5万とかしますよね。卸で買うとドライグッズとかでも仕入れて販売したみたいなんですけど、多分もう1時間持たなかったって言ってましたね。でまあ卸で買える感じでやったら、卸価格で買えるとかってなかなかないですよね。大体横流しで買うしかなくて、だからアドストのストック通常に使ってるのは3本あって、あとストックがあと2個ある。無駄に買いました。だから頼まれたらちょっと高値で売っちゃおうかどうしても売り時いきなり流通し始めたら困りますし、どうしても欲しい人がいたら、じゃあまあ4万くらいならって本当手に入んないっていうさ、いやー多いですね。で1回買っとけば修理もしてくれるんで、一生もんですよ。結局なんか個人店がやってるみたいなんですよ。個人の会社がアドストを作ってる会社が大きくないんですよね。で手作業でなんか作ってるみたいで、どうしてもその数を作れないって言ってました。トライグッズもよく仕入れられましたよね。そうですよね。なんか謎なんですよね。謎人脈となんか謎にわかります。謎スピード感と謎スピードが速いですよね。速いんだよな。超速いんだよな、仕事。謎ですよね。謎ですね。謎。よし。じゃあいいですか？はい。アイロンが一通り。今アイロンが終わった感じですね。で、とにかくここからここまでをしっかり伸ばせばボリュームって落ちますし、ツヤ出ます。で、ここから先っていうのは還元剤をつけてないので、前の状態を要は残す感じで、ケラチントリートメントでちょっと質感が良くなればいいかなっていう感じです。で、あんまりしつこくアイロンすると、アイロンすればするほどアイロン後って綺麗になるんですけど、2剤つけるとまた元に戻っちゃうんで、で、そうした時にさっきの状態よりも悪くなっちゃうから、だからまあとにかく無理をしないこと、毛先は。欲張らないことが大事なんで、ここさえしっかり伸びていけばツヤ出ますから。で、ここから今度は、2剤をつけていきます。で、2剤に関してはこちらですね。じゃあやっていきます。で、乳液の付け方のコツっていうのは別に特にないんですけど、まあ、ざっくり塗っていきます。で、大体5分から10分ぐらい放置すれば問題ないので、で、大体5分から10分ぐらい放置して、流します。ブロム酸使った場合はやっぱり15分ぐらいは放置した方が酸化がしっかりできるんで、さっき言った感じ、この辺の酸化がうまくいってないと枕の摩擦で結構傷んじゃったりとかするんで、まあ、よくつける感じですね。はい。じゃあ時間を置きましょう。はい。では今大体もう5分ぐらい経った感じなんで、もう流しちゃいます。で、もうちょっと例えば時間放置する場合10分とかでもいいんですけど、過酸化水素の場合は15分とか放置すると結構ゴワゴワしちゃうんで、割と早めに流しちゃって問題ないです。はい。今こうちょっと話それたんですけど、こういう感じになってます。で触った状態でこうキュッキュしてるっていうか、失礼しますですね。キュッキュなんですよ。要は普通美容師が勘違いしやすいのが、トリートメント上がりのなんかトロトロみたいななりますよね。トロトロの状態だと乾かすとピッて伸びないんですよ。グワーって広がっちゃうから。だからこの段階では口通りはいい状態なんだけど、ピッと髪の毛が引き締まってる状態ですよ。それをドライヤーで乾かしてピシッとさせる。だからそうなる感じの仕上がりってこういう感じがベストなんですよ。口通りはいいんだけどトロトロすぎないっていうの。なんか締まってる感じです。なんかリンスつけた後みたいな。リンス確かにトリートメントじゃなくて。そうなんかメリットのリンスつけたらこんな感じになるみたいな。そういう仕上がり作っといた方が仕上がりはピシッと伸びるし、ツヤ感が出てくるんで、理想の感じってこんな感じなんです。はい。じゃあ乾かしていきましょう。はい。めちゃめちゃ綺麗に伸びましたね。伸びましたね。よかった。いや、すごい。乾かします。やばい。お客様に説明するときは、当日はシャンプーしないようにしてもらってください。で、明日以降ですね、明日の夜から
シャンプー OK ですと。で、成分がまだ完全に結合してない状態なので、髪の毛が濡れてる状態を長期間こうやってるとあんまり良くないので、なので3日間、明日から3日間はお風呂上がりにめちゃめちゃしっかり乾かすようにしてくださいと伝えておきます。こんな感じですね。で、最後にこういったケバケバ出ますよね。ここはもうカットのやつなんで、もうどうしても出てきちゃうやつです。で、これを、なんていうの、さっきアイロンとかブローの状態で、これをなんとかしようとして、アイロンでビーってやってっちゃうじゃないですか。そうするとこれもっとひどくなるんで、だったらもう最初からもうしょうがないって言って諦めちゃった方がいいです。結局はビフォーの状態で仕上がりがどれだけ良くなるかっていうのは決まってくるので、結局ビフォーの状態でカットが結構かなり疲れてたっていうのと、あとなんか酸性のよくわかんないダメージが残ってたんで、だからある程度はやっぱり良くなるんですけど、こういったのはやっぱり残っちゃうんで、残っちゃう時にしつこくやりすぎないことっていうのがすごい大事です。で、今日のお客様のメインはとにかく根元のボリュームが抑えたいっていうところがメインだったので、そこを集中的に伸ばしていきました。こんな感じで、伸びてますね。あとはこういうところが気になったら、もうこれで枝毛のやつで切っちゃうのもありなんですけど、もうどのみちこれ伸ばすしかないんですよ、これ。伸ばすしかないから、もう頑張って伸ばしてくださいと。これ例えば切っちゃったとしてもまた出てくるんで、だったらもう伸ばしていってください。こういう感じですね。こういう感じで伸びました、綺麗に。結構中間水洗の後に少し癖残ってたんですけど、あれでもやっぱり還元がまだ甘くて、あんだけやったんだけど、でもそれをブローとアイロンをちょっといつもよりきっちりめにやって、そこで少し伸ばしていったっていう感じになります。そしたらちょっと触ってもらっていいですか。わあ、すごい。後ろ。違うの分かります？はい、すごい癖がないですよね。これが本来の宿毛矯正。ちゃんとなりますよね。ボリューム。全然違いますよね。ですよね。いや、モデルさんのビフォー見たから、わかるその気持ち。特に今、やっぱり弱めの宿毛矯正が流行ってきてて、ここまでこうピチッと伸ばすような感じのやつが減ってきてるんで、逆に言うと、こういうのをお客さんが知らないから、経験したことがないから、一回これやっちゃうとやっぱり感動するんですよね。すげえこんなんなんだ。で、しかも1年大丈夫だから、10ヶ月、早くても10ヶ月ぐらいか、10ヶ月から、大丈夫だと思うから、長いし、そうすれば長持ちするし、だから極端な話、1年に1回だけうちに来て宿毛矯正やってくださいって言えばお客様も楽なんで、はい、という感じになります。以上ですね。ありがとうございます。モデルさんも良かったです。ありがとうございます。正直、俺、最初に触った時、めちゃめちゃむずいやつだと思いました。ちょっとね、しかも乾燥するあれですごい伸ばしづらい。そう。しかも、今、ブローしてないですからね。ブローしてないですね。乾かしただけ。はい。ブローすればもっとツヤ出ますけど、うん今ちょっとオイルで、はい、なんとかなるかな。でも、ちょっと時間がたくさんかかっちゃったんですけど、普段だったら大体このぐらいの長さでも4時間ぐらいですかね。はい。はい。違います。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。森さんもありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。僕のチャンネル見ていただいている方々は、タモさん初めてだと思うんですけども、冒頭でも言った通り、ケミカレーションというオンラインサロンを運営されてます。なんで、気になった美容師さんなどは、タモさん何で検索すればタモさんで検索すれば出てくる。インスタで、タモさんで検索するか、それか、ケミカレーションとかで検索すると出てくると思うので、探していただければ、なんか見つかるかなと思います。本当に、かなり深いところまで学ばせていただいたんで、詳しくは概要欄の方にタモさんのインスタグラムのリンクを貼らせていただくんで、はい、そちらで、皆さん興味がある方は検索してみてください。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ今日はありがとうございました。本当に。またはい。本当勉強になりました。またよろしくお願いします。じゃあこれからもよろしくお願いします。失礼します。
ということで銀座に帰ります。はい、本当にこんな感じで、まあ常にね勉強して目の前のお客さん、明日来るお客さん、明後日来るお客さんっていうのをすごい綺麗にしていければいいかなと思うんで、やっぱり美容師ずっと勉強してるとやっぱどんどん技術が上手くなればお客さんも喜んでくれるし、お客さん喜ぶと自分も楽しいし、ね、っていうんで、どんどん皆さんにこういう動画共有したいなと思うんで、これからもよろしくお願いしますっていうのと、一応今日は皆さんお気づきかと思いますが、岩崎ではございません。うちのカメラを担当してくれたのはすみれさんです。顔出しは NG でしたということなんで、今後もまたよろしくお願いします。バイバイ。